はいどうも、B 賞です。今日はドラマロキで登場した変異体ロキのクラシックロキについてのホットトジ情報が発表されたので詳細について話していきます。ドラマロキシリーズからは TVA 衣装版のロキ、シルビー、プレジデントロキに続いて4体目のホットトイズになりました。人気キャラクターのシリーズというだけあって、結構ねそれぞれ豪華なラインナップだったんですけど、このフィギュアについてはまさかのラインナップというか、正直ホットトイズネタ枠として商品化してるのかなっていうふうに思いました。早速フィギュアについて気になるポイントだったり価格などについて話していきます。このクラシックロキはドラマ終盤でロキが選定されて虚無の世界に飛ばされた際に出会った変異体ロキの一人ですね。見た目はコミックの世界にとても近くて、全身タイツのような見た目が特徴的で、ヘルメットも大きな角が入っています。全体的な印象としてはとてもシンプルで渋い見た目となっていますね。フィギュアも全身タイツのような衣装になってるんですけど、本物のタイツのように布が使われていて、マントもところどころ汚れているっていうような感じもねよく再現されてます。特にマントの端がほつれているようなダメージがあるデザインになっていて、そういった点はとてもリアルな作りとなっていますね。ヘッドはクラシックロキを演じているリチャード・グラントのヘッドを再現しているものが今回は2つ付属しています。一つは真顔のもの、もう一つのヘッドパーツは戦闘シーンの中でアリオスの気を引く時のシーンを再現できるような歯を食いしばった表情となっています。どちらもとても今回似てるんじゃないかなと思いましたね。通常ヘッドも鋭い眼差しがとてもリアルですし、もう一つの歯を食いしばっている表情のヘッドパーツもシワとか細かいところまでよく再現されていますね。よく見ると歯の茶色いシーンまでペイントされているので、かなりクオリティ高いなと思いました。やはりホットトイズ、おじさんの顔の作りが本当にうまいですね。ただこのフィギュア、かっこいいかっていう風な観点で見ると、個人的にはそうは言えないかなと思います。ただフィギュアの雰囲気とか渋さっていう風なポイントで言えばダントツにいいフィギュアなので、お酒を飲みながらしっぽり眺めるとか、そういう楽しみ方に向いているかなと思いましたね。そしてこのフィギュアは付属品もかなり充実していて、ハンドパーツや台座の他にもボトルに入っているカエルの層ですね。これは層の変異体なんですけど、そういった付属品だったりとか、着用は不可となっているんですが、アリオスとの戦いでダメージを負ったヘルメットが一つ、トラベルバッグなど、そういった小物が今回充実しているというのがこのクラシックロキの特徴でもあります。プレジデントロキにも付属していたワニロキも今回付属しているとのことですね。緑のエフェクトパーツもあるので、このパーツもドラマのワンシーンを再現するにはかなり嬉しいパーツになりそうです。ここにもねワニロキが付属するかと思うと、やはり人気なキャラクターなんだなと思いますし、ネタ枠として、かなり重宝されているというのが面白いなと思いました。続いて発売時期と価格についてです。育ちトイズではまだ情報が掲載されていなかったので、今回はトイサピエンスのみの情報となります。育ちトイズの情報については掲載され次第価格とかね、コメント欄の方に記載しておきます。ただ育ちトイズについてはちょっとした朗報があるので、そちらを先に紹介します。育ちトイズ勢はね、国内最安で知られていると思うんですが、これまで銀行振込のみだったので、手数料がかかったりとか振り込む際に手間がかかるというようなデメリットがあったんですよね。なんですけど今回4月1日に育ちトイズからカード決済が可能になったというふうなアナウンスがありました。カード決済導入されるとはね正直思ってなかったので、かなりびっくりしました。これによって振り込む手間とか手数料がかからなくなりますし、カードのポイントもさらにつくということで、本当にお得なサイトになりつつあるなと思いますね。ただカード決済した場合の引き落とし時期について問い合わせてみたんですけど、育ちトイズの場合は予約時にカード払いを選択すると、その時点で全額決済となるそうなので、イメージ的には銀行振込とあまり変わらない仕様のようです。ただフィギュアの元が結構安いので、カード決済できるとなると、さらに財布の紐がちょっとね緩くなりそうで怖いなというような気もしちゃいますね。そして本題の価格と発売時期についてですが、トイサピエンスの場合予約価格で37,800円、発売後では42,000円という風になっていて、発売時期は2023年の9月となっています。価格についてはヘッドが2つ付属していたりだとか、ワニロキが今回ついてる分ちょっと高めかなというような印象ですね。そして発売時期もまたこのフィギュアも2023年の9月なんですけど、最近発表されたフィギュアのほとんどがその時期に発売される予定となっているので、発売スケジュールちゃんと立てて発表してるのかなというような気になりますね。発売時期については前倒しもあれば後ろに伸びるというような可能性も十分あると思うんですけど、まだコロナの影響もあるでしょうし、かなり密な発売スケジュールなので、正直ねこれ通りに発売されるというようなことはないんじゃないかなと思ってます。ホットトイズの特徴として発売時期がずれたとしても公式からアナウンスされるというようなことはないと思うので、気長に待つしかないかなと思います。続いて買う買わないについてですが、今回このフィギュアについてはパスですね。
もし買うにしても発売後に値段が落ちると思うので、それから買えばいいかなというふうに思います。ロキシリーズだとプレジデントロキのプレミアムコレクターズエディションをトイサピエンスですでに予約しているので、とりあえずはそれを待つのと、ちょっと気になっているのがエンドゲーム版としてリメイクされたロキのフィギュアですね。発売時期はもともと去年の夏頃だったかなと思うんですけど、結局2022年の4月になっても発表されていないですし、特にね延期されているとかそういう詳細な情報もないので、かなり謎な状態が続いているフィギュアなんですけど、今年発売されることがあればぜひ買いたいかなというふうにも思ってます。ということで、今日は新作ホットトイズクラシックロキについてプレビューしていきました。付属品とかはとても多くて魅力的な面もありますが、どうしてもネタとして発売してる感があるなと思っちゃいましたね。このフィギュアを出すくらいだったらドラマの崩壊シリーズとかエターナルシリーズを充実させてほしかったなというのが正直な感想です。ノーウェイホームシリーズだと最近エレクトロのプレリリースがあったので、それも楽しみなんですけど、今後さらに期待しちゃうのはトビー・マグワイア版とアンドリュー・ガーフィールド版のスパイダーマンが新造形のホットトイズとして発売してくれることをかなり期待してます。このクラシックロキの予約については概要欄の方に各種サイトの予約リンクを貼っておくので、気になる方はぜひそちらから予約とかね、さらなる詳細チェックしてみてください。このチャンネルではホットトイズのカスタムやレビュー、今日のようなホットトイズの情報を発信しているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。僕の Twitter や Instagram のリンクも概要欄にあるので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。